ノウハウ編ムービーです。長年愛用してきたウォーハンマーカラーから一部を除いてパレホをメインに塗料を変えてきました。今回はシタデルカラー時代に使っていた塗料に似た色を追い求めてたどり着いたパレホでの類似色を7点、レビュー第2弾です。今回はそれぞれのカラーでパレホならこの色ならこのカラーというのをテスト塗装をしていきます。このベース、キャリバングリーンに対してはゲームカラーのダークグリーンを使うようにしています。濃い色味の緑で何かと使うシーンも多いです。ウォーハンマーカラーのベース、オールクフレッシュに対してモデルカラーでライムグリーンです。黄緑ですが鮮やかではなく少し落ち着いた色味のカラーです。こちらはレイヤー、ガウスブラスターグリーンというカラー。対してファレホではゲームカラーのベルデグリを使うようにしています。ライトな緑、明るいカラーです。紫系です。レイヤーのディシャーラライラックです。淡いライトな紫。近しい色としてゲームカラーのラストフルパープルを使用しています。明るいブルー、白に近づけた塗料です。ウォーハンマーカラーではレイヤーのブルーホラーです。対してファレホではゲームカラーのグレイシャーブルーを使っています。ライトな黄色、クリーム色です。レイヤー塗料のドルンイエローです。これに対してファレホではモデルカラーのアイスイエローが定番の塗料です。濃い色味のピンクです。ウォーハンマーカラーのレイヤー、エンペラーズチルドレン。ゲームカラーのスクイッドピンク、ファレホの定番のピンクです。これはレイヤーのガウスブラスターグリーンというカラーですが、個人差、個体差はあると思いますが、ウォーハンマーカラーの経年による容器内での塗料の分離、使い始めと比べての濃度の違いなどで、溶剤を使っても均一なペイントにどうしても苦手意識がありました。それぞれをプラのスプーンにテストペイントをしていきます。ベースとしてまず白を塗りますが、使っているのはファレホのモデルカラーのホワイトグレーです。少しグレー味を帯びた白。隠蔽力強く、下地としても最適ですが、白の上塗りをするときにも使っています。ちなみにこのカラー自体、シタデルカラーをメインで使っていたときには、ベース、コラックスホワイトを多用していて、その代替として導入し始めたカラーです。今回ペイントする7つのスプーンにベースを塗っていきます。表裏それぞれ両面。模型用の平筆を使って塗りますが、これはあっという間にできてしまいます。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。そしてそれぞれのファレホのカラーを上塗りしていきます。まずは濃い緑。ゲームカラーのダークグリーンです。今回サンプルの中では一番濃いカラーのはずなんですが、意外と隠蔽力が一番弱めのカラーだったりもします。均一な色塗りになるためにシタデルカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを水で薄めて使いながらペイントをしました。次にモデルカラーのライムグリーンです。先のダークグリーンよりは均一に色が乗っていきました。このように隠蔽力は粒子の細かさや顔料の濃度によって差が出るので、一概に濃い色イコール隠蔽力強いとならないのが面白く奥深いところです。そしてベルデグリです。こちらは明るいライトな緑というイメージです。使用シーンは結構あります。隠蔽力は少し弱めなので、薄く塗って乾いて重ね塗りという流れで色をのせることが多いです。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。続いてラストフルパープルです。ファレホの紫は主にヘクスドライケン、エイリアンパープル、このカラーの3色で使い分けていますが、明るい紫、淡い色をのせるときにはこのカラーです。先のグリーンと同じくライトなカラーですが、この塗料は隠蔽力強い。旧シタデルカラーの分離は時間経過で顔料と溶剤が沈殿して起こる自然な現象で、
塗装前にしっかりと振って攪拌すればある程度は使用できます。放置したまま使うと成分比率が狂って乾燥後に色ムラや色が変わってしまう原因になるため注意が必要です。塗料を振ること、攪拌ボールの投入、かき混ぜなどもやってみますが、塗料の個体差やカラーによってはなかなかうまく混ざらず分離したままになったりして苦戦していたので、パレホへの切り替えをしていっています。次はライトな青。かなり白に近づいた明るいカラーです。ゲームカラーのグレイシャーブルーです。このカラーも何かと使用頻度は高く、かなりライトですが隠蔽力は強い塗料です。黄色は色ののり、均一なペイントがなかなか難しいカラーだったりします。このアイスイエローも多分に漏れずですが、下地の付け方によってはうまく色が乗っていってくれます。黄色では他にゲームカラーのゴールドイエローやモデルカラーのディープイエローを使用したりしています。最後はスクイッドピンク、ゲームカラーの塗料です。ウォーハンマーカラーではエンペラーズ・チルドレンという濃い色味のピンクをよく使っていましたが、これに切り替えました。この塗料もとても色のりが良いカラーです。パレホのピンクは意外と選択肢が少なく、明るさ調整をするときには白やグレーを使って調色しながら色を決めています。優秀な金色塗料のレトリビューターアーマーや液体塗料のコントラスト、シェードなどは引き続き使用していますし、今回も溶剤として使っているテクニカルのラーミアンメディウムなど、引き続き愛用しているウォーハンマーカラーもたくさんあります。塗装後はサンプルスプーンに塗装ベースで水性トップコート、艶消しを全体に吹き乾燥させました。色塗り終わったサンプルスプーンを見ていきます。濃い緑、ダークグリーンです。以前に塗ったウォーハンマーカラー、キャリバングリーンがこちらです。さすがほぼ同じ色味が再現できている代替カラーです。続いてモデルカラーのライムグリーンです。もともと使っていたオールクフレッシュと比べて、鮮やかさという点でパレホ側の方が若干明るい印象です。次はパレホのベルデグリとウォーハンマーカラーのガウスブラスターグリーンです。これは若干の色味の違いはあるものの、ライトな緑という使い勝手ではあまり違和感なく使えています。続いてラストフルパープルとウォーハンマーカラーのディシャーラライラックです。ラストフルパープルの方がしっかりとした色味で濃く仕上がっていると思います。少しの違いはあるものの、色分け塗装ではほぼ違和感ないくらいです。続いてゲームカラーのグレイシャーブルーです。ライトな青、ウォーハンマーカラーではレイヤーのブルーホラーでした。パレホ側の方が若干青みが強い印象です。モデルカラーのアイスイエローです。ライトな黄色。ウォーハンマーカラーではレイヤーのドルンイエロー。黄色みが強いのはウォーハンマーカラー側です。最後はゲームカラーのスクイッドピンクです。ウォーハンマーカラーではレイヤーのエンペラーズチルドレンです。ウォーハンマーカラーの方が赤みが強くマゼンタに寄ってる感じがします。ということで今回はウォーハンマーカラーから切り替えた7色のパレホ塗料のサンプル塗装レビューをしてみました。第2回目になる7色でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。